んにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の新商品の中からこれは見逃せないと思う新商品を紹介します。久しぶりに感動しましたので、ぜひ最後までご覧ください。 IKEA って造花のイメージがあると思うんですけども、なのでとっても驚いたんですが、こちらはドライプラントです。今までもドライの枝とかはねあったんですけど、こんなの初めて見ましたね。こちらはユーカリです。結構ボリューミーでした。日本では6種類出ています。こちらはヨシですね。穂がふさふさした背の高い草です。かなり枝が長めに取られていますね。左のはラグラスでしょうか。色味がこちらの方がちょっと明るいように見えました。今回はこちらのラグラスの方を購入してみます。こちらのグリーンのタイプもありました。これはユーカリ系ですかね。実がついています。こちらはドライフラワーとして人気のスターチスです。こちらも枝が長めに取ってあるのでスワッグとか作りやすそうですよね。でこちらはエキノプスを赤く染めたものです。こちらも丸い形と長い茎が際立つので、スワッグやリース作りの差し色に使えそうですね。自然なものなので個体差はかなりありました。可能であれば店頭で選ぶのがおすすめです。まずはユーカリです。一つしか買ってないですけども、結構開けるとボリュームがありました。何もカットとか何もせず、このまま花瓶にバサッと入れてみたんですけども、結構これだけでいい感じになりました。花瓶も IKEA のものです。この花瓶めちゃくちゃバランス取りやすいのでおすすめです。やっぱりこのくすんだグリーンの色味がたまりません。スワッグとして飾っても可愛いですね。こちらウサギの尻尾も購入しました。かなり長いので花瓶に合わせてカットしたいと思います。オンラインサイトではニッパーで切れますと書いてあったんですけども、でもハサミで全然普通に切れました。めちゃくちゃ簡単に切れます。だいたい植物と花瓶が1対1になればいいなと思って、このぐらいを目安にしてカットしてみました。こんな感じで簡単に切れます。はい、こんな感じで飾ってみました。やっぱりドライならではのナチュラルな雰囲気が加わって、とてもふわふわ感が可愛いですし、軽い色味なのでニュートラルカラーのインテリアをされている方にぴったりと思います。またこちらの花瓶なんですけども、すごくおすすめでして、何飾っても様になりやすいので使いやすいです。今色違いでこんなシックな雰囲気のものも出ています。こちらはシーズンで入れ替わる商品だと思います。布団カバーにも新しいものが出てまして、こちらのブルーとグリーンのストライプの布団カバーです。太めのストライプでポップな印象で可愛いです。ここはベッド売り場なんですけども、このように新商品が展示されていることがよくあるので、寝具を選ぶ際にもベッドコーナーおすすめです。ボタンの色が可愛いんですよね。枕カバーも同じ柄となっています。ベッドはマンダールという商品です。色違いのピンクも展示されていました。ボタンはブルー系となっています。生地はリオセルが 43% も含まれていて、通気性と吸湿性に優れています。普通に洗濯機で洗えてタンブル乾燥も可能だというふうに書かれていました。いや、めっちゃいいですね。玄関収納コーナーです。この棚知ってますか？安くて頑丈ということで大変人気のシューズラックです。またキャンプで使われる簡易テーブルとして使われる方が多くて人気の商品なんですけども、色違いとしてブルーが出ていました。たまに色違いが出る商品です。私も玄関で靴置くのに使っています。で、同じシリーズとしてウォールポケットが出ていました。なかなか大胆なデザインですよね。なんかワイヤーネットを曲げただけかなと思ったんですけど、かなり頑丈そうでした。こちら子供向けの収納コーナーなんですけども、子供部屋にぴったりな収納ラックが出ていました。いや、まずこの色合い、ホワイトステインのパイン材なのもいいですし、ハンガーラックがもともとついてまして、半分側は服をかけられるようになっています。お子様が扱いやすい高さですよね。棚板も4枚付属しています。
一番下の段に棚板がないのも自由度があって良さそうです。これ実際に物を置いたらどんな雰囲気なのかなって思いますよね。置いたところがこちらです。こんな風に収納ボックスと組み合わせるのもいいですし、ランドセルをポイって置くのにも良さそうです。一番下に置いてあるボックスは同じシリーズの新しくこちらも出たもので、キャスター付きのおもちゃ収納となっています。めっちゃ可愛いですよね。楽しいですよね、こういうの。パッケージにめちゃくちゃ可愛い写真がついてまして、ぬいぐるみをこうやって入れるのもうめちゃくちゃときめきました。またトロファストの収納ボックスもそのままスポッと入れることができるみたいです。トロファストのボックスを直接このラックに載せることもできるみたいですね。子供が小さかったらこういう収納も憧れましたね。はい、続きましてキッチンコーナーに行きます。こちらも大変興奮する新商品です。推しのトレイから新色が出ました。ペールグリーンです。お値段は定番商品のグレーと同じ価格です。安い。これ何が推しかっていうと、食洗機対応なんですよ。このグレーのトレイもう本当欠かせない存在でして、もうシンプルで食堂みたいな雰囲気になるんですけど、やっぱ食洗機に入れられるっていうのが便利でめちゃくちゃ愛用しています。しかもかなり頑丈だと思います。かなり酷使してるんですけど、毎日使ってるんで曲がったり全然しないです。そこからこんな可愛い色が出るなんて、しかも同じ値段で、これは心からおすすめします。こういう系のトレイって IKEA にもいっぱいあるんですけど、左側に映ってるようなこういうのってだいたい食洗機ダメじゃないですか。で今映っているピンクの模様がついたタイプも最近先ほどのトレイと同じ素材で食洗機 OK として出たんですけども、こちらは結構お値段が高かったんですよね。なので今回このお安い価格で色違いが出たっていうのは本当に嬉しいです。もう一つキッチンコーナーから紹介します。すんごいおしゃれアイテムが新しく出ていました。こちら何だと思いますか？ウォールナットの素材感が美しいこちら、めっちゃおしゃれですよね。こちらサービングセットです。サラダを取り分けるのに使うものですけども、この付け根部分にハンドルのですね、溝がついてまして、お皿の縁に引っ掛けられるようになっています。私の YouTube チャンネルの投稿というところに購入された方が、底面が平らなのでトレーにもなるよと教えてくださりました。ありがとうございます。収納コーナーです。 IKEA の激安ボックスから半透明タイプが出ました。なんと税込み99円となっています。蓋は別売りで50円です。かなり素材が薄いのでとても軽いです。蓋に関しては本当乗せるだけみたいな感じです。蓋は必要な人と必要じゃない人がいるので、別売りなのはいいと思います。底面に凹凸があるので、これで強度を保っているだと思います。透明ではなくて半透明なので、程よく中が見えすぎなくて整理しやすそうです。他のボックスよりも傾斜がついてないので、スペースも無駄にならず使いやすそうです。ちなみにブラックの方はなぜか蓋が復活してないんですよね。まだ日本だけかもですが、ブラックの方も蓋復活してほしいですね。また今まではこのような真っ透明なタイプは他のサイズ展開もあって充実してたんですけども、今回こちらのその黒と半透明のタイプでもサイズ展開が増えました。これはいいですね。こちらの大きい方も蓋なしで税込み199円ととても激安となっています。伝わるかあれですけど、この大きさでですよ、このお値段。数を揃えたい方は重宝すると思います。大きい方の蓋は税込み100円となっています。ほんと乗せるだけの蓋なので、カチッと止めたいって方には向いてないのでご注意ください。前回紹介した照明コーナーの新商品のこちらのホワイトのテーブルランプなんですけども、白玉っぽい電球と合わせられていました。やっぱりこの組み合わせめっちゃ可愛かったです。
デコレーションコーナーです。最近アートコーナーに新商品がたくさん出ています。大きな黄緑色のリンゴのアートが売っていました。こちらはフレームではなくキャンパス図みたいなものに印刷されています。ちょっと見えにくいんですけども、背景がストライプ柄となっています。こちらは先ほどのよりも小さいサイズなんですけども、文字ですね、スウェーデン語のアルファベットみたいな感じでしょうか。こんな感じのザラッとした生地で、こういうただフレーム枠みたいになっています。こちらの柄がとても素敵だなと思ったんですが、チェック柄のお花というタイトルでした。こちらはキャンパス地自体が生成のようなナチュラルなカラーで素敵でした。で、こういうアートってどうやって壁につけるんかなって思われると思うので、その説明をしたいと思います。ペンダントライトに吸い込まれるような構図にたまたまなってしまいましたが、あの壁がコンクリ壁でして何もさせないということもあり、このような粘着テープ式のフックが大変重宝します。こういうの IKEA に売ってるんですよ。で、高さをね吟味してたんですが、結局キャビネットにそのまま置いた方がバランスがいいということが分かりまして、今回設置はしなかったんですけど、せっかく用意したのでちょっと開封したいと思います。フックと粘着テープのセットとテープ単体も売っています。テープは一度使うと使えなくなっちゃうのでいいですよね、替えがまた買えるのは。で、テッサテープっていう 3M みたいな有名なテープ会社ですけども、そこの引っ張って剥がせるタイプのテープが付属しています。テープを貼る際の加圧時間が書かれています。またフックの構造がこのように上端についていますので、フックの外見がアートの外側に出ることはありません。こちらのフレームもこのフックで設置しています。先ほどのようなアートの場合は2箇所に設置して引っ掛ける感じになります。鉢カバーコーナーです。もう鉢カバーはやめてほしいんですけど素敵なのがまた出ていました。しかもまたコスパがいいんですよ。こちら小さい9センチのタイプですけども、このグラデーションかかったグリーンがとっても高見えしますよね。で、こちらは15センチタイプ。この大きさでこの値段で買えるのほんとすごいですよ。しっかり重みがあります。この絶妙な色加減がすごく繊細にも見えまして素敵ですね。はい、12センチタイプもありまして、こちらはベージュ明るめのお色味となっていました。シリーズで揃えてもとても素敵になりそうです。いろんな商品群 IKEA ありますけど、鉢カバーに関しては本当にコスパいいので万人におすすめしやすいジャンルですね。結構コースの終盤に位置するので売り場が、ぜひ見逃さないようにしてください。最新のルームセットを一緒に見ていきましょう。新商品が所狭しと置かれたお部屋です。6畳ぐらいでしょうか。ベッドカバーは前半で紹介した新商品の布団カバーが置かれています。さりげなく空気清浄機も置かれていました。ひまわりの派手なクッションも新商品です。ド派手なカーテンはカットクロスの新商品です。私この部屋のこのワゴンの使い方が好きなんですよね。テーブルの脇にコスメ関連のグッズを入れているみたいです。チェストの上には新商品のポータブルスピーカーが置かれていました。小さいんですけどかなり音量出ます。私も白を気に入って使っています。次は IKEA 社員の方のルームツアーに参加したので、そちらの様子を紹介します。かなりおしゃれ上級者の方でコンパクトなお家なんですけども、感動しっぱなしでしたね。こちらは IKEA のイーバルですね。収納ユニットなんですけども、デスクも使われていました。こちらも IKEA のキャビネットでめっちゃ素敵ですよね。同じシリーズのデスクもこちら向かいで使われていました。こちらの素敵なチェアととても合っていますよね。で、このキャビネットをこの壁に対してこう斜めに置くっていう発想がもうなくてすごいなと思いました。続きましては寝室なんですけども、この足元のオレンジのラグ、IKEA の商品ですね。ルームスタイリストの竹間さんもデスクの下で使ってるとおっしゃってました。ベッドリネンはマリメッコですね。とても可愛いです。こちらベッド
自体も IKEA の商品だったと思うんですけど、今もあるかちょっとわからないです。ウォールギャラリーが圧巻ですよね。次にキッチンエリアですけども、とてもコンパクトなダイニングとキッチンエリアでした。こんなカラーバラバラの椅子を合わせられてとってもおしゃれですよね。さらに壁面と天井がブルーになっています。私がずっと欲しいと思っているウォールシェルフが設置されていました。やっぱり素敵です。いや、ずっと安くなったら買おうと思ってるんですけど、ちょっとね、素材感がいいだけにお値段するんですよね。この先ほどの寝室もそうなんですけども、小さめのラグは IKEA の平織りラグだと思います。やっぱりラグいいですよね、 IKEA の商品は。はい、こちらはリビングルームです。ソファーはソーデルハムンが置かれていました。オレンジのパーソナルチェアも IKEA のものですね。こちらキャビネットの上には素敵な花瓶とともに子供向けのデコレーションライトが置かれていました。キリンモチーフです。ラグも IKEA の商品で、こちらのお部屋もストックホルムコレクションのものです。ブラウン系とオレンジ系がマッチしてて本当素敵なインテリアでした。店舗に戻りまして新商品を紹介します。とてもエレガントで素敵なキャビネットが新しく出ていました。ちょっと足にもデザインが入っていて、ディテールがエレガントなデザインとなっています。取っ手はゴールドとなっています。このデザインもとても素敵ですよね。奥行きは結構しっかりとあります。で、このキャビネットの上もちょっと飾り棚っぽく使えそうな高さとなっています。足があって浮いてるデザインなのもいいですよね。大きさ結構大きいんですけど軽やかに見えました。こちらのシリーズ他にも素敵な収納が出ているみたいでした。本棚とコレクションケース、どちらもちょっとね見える収納ですけども高床式となっていました。こちらはパーソナルチェアが新しく出ていました。明るいお色味でちょっとクラシックなテイストのパーソナルチェアとなっています。このカバーになんかもたつきがあるのがちょっと気になるなと思ったんですが、なんとこちら取り外して洗えるそうです。ちょっとお値段がだいぶお高め、 IKEA にしてはお高めかなと思いました。シートがポケットコイルでへたりにくいことも売りになっているみたいでした。いや、この背景のちょっと椅子たちと比べても結構大きいよねっていうのをちょっと映してましたね。右に置いてあるチェアがうちにあるんですけど、めっちゃちっちゃく見えますもん。今回かなりボリューミーな商品数となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。